皆さんこんにちは、なおこです。皆さん、もう3月になりましたね。3月といえば、日本は卒業シーズンです。卒業シーズンです。はい。日本では基本的に3月に卒業して4月に入学します。新しい学校に入学します。そう。ちなみに学校だけじゃなくて日本の会社も基本的に4月から次の年の3月までが1年です。日本の学校と会社の1年は4月から次の年の3月までです。4月から3月。これが学校と会社の1年です。そう。この1年が終わる3月と新しい1年が始まる4月、ちょうどこの時期、3月、4月はなんか特別な雰囲気がある気がします。ちょうど桜も綺麗に咲く時期なので、そう、この3月、4月は特別な時期ですね。はい。じゃあ今日は日本の卒業式について話したいと思います。卒業式。よかったら今日も最後までよく聞いてくださいね。はい。じゃあ早速卒業式について。卒業式。卒業式っていうのは卒業するときに行われる大事な式です。大事なセレモニーです。卒業式。日本の学校のシステムでは小学校が6年間あって中学校と高校は3年間あります。6年、3年、3年。だから、小学校の6年生と中学と高校の3年生が毎年3月に卒業します。卒業して大学に行ったり働いたりします。そう。小学校の卒業式はもう昔すぎて私は全然覚えていないので、今日は中学校と高校の卒業式について話したいと思います。私の経験ですね。私の経験を話したいと思います。インターネットで調べる限り一般的にどこの学校も同じような感じみたいですね。はい。じゃあまず卒業式は学校の体育館などで行われます。体育館、体育館。基本的に学校にはこの体育館っていうバスケとかバレーボールとかバドミントンができる場所があるんですよ。スポーツをするためだけじゃなくて学校の先生とか学校の生徒全員が集まって何かをするときによくこの体育館を使います。はい、体育館。そして、卒業式もだいたい体育館で行われます。はい、この体育館に学校の先生、校長先生とか学校の先生とあと生徒と卒業する生徒、卒業生の保護者が集まります。保護者。保護者は子供の親とか子供の世話をしている人ですね。保護者。そう。先生、生徒、保護者がみんな体育館に集まります。そして卒業式が始まります。まず卒業生が入場します。卒業生っていうのは
これから卒業する生徒のこととか、あとはもう卒業した生徒のことを卒業生と言います。例えば私はこの学校の卒業生です。10年前にこの学校を卒業しました。私はこの学校の卒業生です。とか、そう。じゃあまず卒業生の入場です。体育館に卒業生が入ってきます。そう。もうまずここで涙です。保護者のみんな、子供の親とかその保護者のみんなは卒業生が入場するのを見て、あれ、自分の子供はどこだって探して、自分の子供を見つけたら、ああ、ついにこの子も卒業するのかって多分感動するんだと思います。はい。じゃあ、まず卒業生が入場して、そして学校の先生がこれから卒業式を始めますって挨拶をします。そして国歌とか校歌をみんなで歌います。国歌と校歌、はい、皆さん漢字を見ればなんとなくわかりますか？国歌と校歌、そうです。国歌っていうのは国の歌、そして校歌は学校の歌です。国歌と校歌、そう国歌、皆さんの国にもあると思うんですけど、校歌ってありますか？校歌、校歌っていうのはその学校のオフィシャルソングです。その学校のためだけに作られた歌、オフィシャルソングですね。校歌、そう、国歌と校歌、国の歌と学校の歌を歌います。そして次が卒業式のメインイベントです。大事なこと。卒業証書をもらいます。卒業証書。これも漢字を見ればなんとなくわかるかもしれないんですけど、卒業を証明する書類です。そう。卒業を証明する書類。卒業証書って言うんですけど、あなたはちゃんとこの学校で勉強しましたよ。そして今日卒業します。それを証明しますよっていう紙です。卒業証書。そう。この、卒業式でみんな卒業証書をもらいます。これが卒業式の一番大事なイベント、大事なことだと思います。はい。そう。じゃあこの卒業証書どうやってもらうかというと、これももちろん学校によるかもしれないんですけど、一般的に担任の先生が卒業生の名前を一人ずつ呼びます。そう。担任の先生っていうのはそのクラスの先生です。自分のクラスの先生ですね。担任の先生。担任の先生が自分のクラスの生徒たちの名前を一人ずつ呼びます。例えば鈴木花子さんと言います。そして鈴木花子さんが「はい」って返事をして、立って歩いて体育館の前にあるステージの上に行きます。そう、鈴木花子さんって名前を呼ばれたら
はいって大きな返事をして歩いてステージの上に行きます。そしてステージの上に確か校長先生だったかな、校長先生がいるんですよ。そう校長先生から卒業証書をもらいます。そしてこの卒業式、フォーマルな式なので丁寧にこの卒業証書を受け取らなければいけないんですよ。こうやって受け取ってはいけなくて、確か校長先生の前まで歩いて行ってまず礼をして、確か左手右手、両手で卒業証書をもらって、また礼をして歩いて戻るみたいな感じだったと思います。卒業式が行われる前の日とかに何回も練習をしました。学校で練習をさせられました。ちゃんとまずは左手右手、そして両手で卒業証書を受け取って礼をして自分の席に戻る。結構何回も練習をしました。何回も練習をして卒業式の日、当日ですね、当日もう緊張しながら卒業証書を受け取った気がします。これ卒業証書をもらうのが卒業式のメインイベントだと思います。はい。じゃあ次、この卒業証書をみんなもらったら、校長先生が皆さんおめでとうございます、これからも頑張ってくださいねってみんなの前で挨拶をします。あとは保護者の代表の人とか学校に関係する人、大人の人がみんなの前で挨拶をします。皆さんおめでとうございます、頑張ってくださいねって卒業生のみんなにメッセージを送って、そして卒業しない生徒、中学校だったら中学3年生じゃなくて中学2年生1年生、これからもまだ中学に通う人ですね、後輩の代表の人が卒業生に向けて挨拶をします。これも卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます、今まで本当にありがとうございました、これからも皆さん頑張ってください、私たちもこれから頑張ります、みたいな感じでメッセージを送ります。そしてその後、今度は卒業生の代表がまだ卒業しない人たち、まだ卒業しない生徒たちに、メッセージを送ります。今まで楽しかったですよ、私たちはこれからも頑張ります、皆さんも頑張ってくださいねって挨拶をします。そして最後、卒業生が卒業の歌を歌います。卒業の歌、もうこれは涙です。卒業の歌、私は中学校の卒業式でも高校の卒業式でもこの卒業の歌を歌うとき、もう泣きました。もう泣きながら歌いました。卒業の歌は卒業の歌っていう歌があるわけじゃなくて J-POP とかいろんな歌の中から選んで歌を歌います。みんなで歌います。この卒業の歌の話は
もっとたくさん話したいことがあるので、次の動画で話したいと思います。皆さんぜひ次の動画も見てください。本当にもっと話したいことがあります。はい。じゃあこの最後に卒業生のみんなが卒業の歌を歌って、そして最後に、また先生がじゃあこれで卒業式は終わりですって挨拶をして卒業式が終わります。はい。終わって、そして卒業生が退場します。体育館から出ていきます。退場します。そう。卒業式ってなんだろう、やったみんな卒業だわーいイエーイっていう感じではなくて、なんだろう、なんか静かでちょっと重い雰囲気がある気がします。私のイメージでは。そう。卒業式ってすごくフォーマルな式なので、本当に静かに卒業式をします。そう。あと卒業の歌では結構いろんな人がみんな泣くので、なんだろう、卒業しちゃう、寂しいな、ってなんだろう、ちょっと悲しい雰囲気、静かな雰囲気がある気がします。でも卒業式が終わって最後卒業生が退場する時はなんかもっと明るい雰囲気になる気がします。最後卒業生が退場するんですけど、その時保護者のみんなとか生徒先生たちはあーって拍手をしながら卒業生を見送ります。おめでとう。なんかこの時はちょっと明るい雰囲気になる気がします。私のイメージでは。はい。みんなおめでとうって。そう。こんな感じですね。卒業式。で、卒業式が終わったら、卒業生は自分の教室に戻るんですよ。自分の教室に戻って担任の先生とかクラスメートと最後の時間を楽しみます。みんなでたくさん写真を撮ったりしましたね。あとそうそう、卒業式の日卒業アルバムっていうものをもらいます。卒業アルバム、卒業生のみんなの顔写真が載っているアルバムです。卒業生のみんなの顔写真とか、あとはいろんな学校のイベントの時に撮った写真、修学旅行の時の写真とか、いろんな写真が載っているアルバムです。そう、この卒業アルバムをもらってみんなと一緒に見たりしました。じゃあこんな感じですね。なんとなく日本の卒業式どんな感じか、何をするのかイメージできましたか？これさっきも言ったんですけど、もちろん学校によるし地域によると思います。インターネットで調べる限り一般的に卒業式はこんな感じですね。はい、じゃあ今日はここまでです。次の動画では卒業式の日に歌う卒業の歌について話したいことがあるので、ぜひ皆さん次の動画も見てください。見てほしいです。はい、じゃあ今日も皆さん最後まで聞いてくれて見てくれて本当にありがとうございます。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございます。バイバイ。